皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。日本の文化や土地、また私の経験したことをお送りしています。簡単な日本語でなるべくゆっくりと話すようにしていますので、ぜひ最後までお聞きください。今日は私の性格について話をしたいと思います。少しでも私を知ってもらえたら嬉しいです。実は私の性格は天然ボケらしいです。天然ボケとは日本語のお笑いでいうボケとツッコミとはちょっと違っていて、もともと少し変わっている人のことです。人がしないことだったり思わないことを言ってしまったり、それをしてしまったりする人のことです。私は昔から天然だねといつも言われていました。なぜ言われるかというと、そんなエピソードがあるからだと私も思います。自分でも思い出すと思い出し笑いをしてしまう出来事があります。今回はそのお話をしますね。それは昔会社員として働いていた時の話です。会社の退勤時間となり、満員電車に乗りました。後輩と一緒に電車に乗り、手すりにつかまって立っていました。その時、手すりにつかまった後輩の爪がとてもきれいなネイルをしているのに気がつきました。そのネイルを見て、私は爪をツンツンと触り、花ちゃんのネイルとってもかわいいねと言ったのです。すると後輩はすごく慌てた顔で、リサさん、それ私の手じゃないですよと。と思ってよくよく見たら、そのネイルをした指は椅子に座っていた人が手すりに捕まっていただけだったんです。そうです。手すりに捕まっていたのは全く知らない人でした。私はその知らない人のネイルをツンツンしてしまっていたのです。本当にびっくりしました。そんなこともあるんだなと思いました。どうして勘違いしてしまったんだろうと思います。私は仕事終わりで疲れていたのかもしれません。そのエピソードは次の日も語り継がれました。皆さんは周りの方からどんな人って言われますか？面白い人、明るい人、優しい人ですか？コメント欄でぜひ教えてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。日本の文化や土地、また私の経験したことをお送りしています。簡単な日本語でなるべくゆっくりと話すようにしていますので、ぜひ最後までお聞きください。今日は私の性格について話をしたいと思います。少しでも私を知ってもらえたら嬉しいです。実は私の性格は天然ボケらしいです。
天然ボケとは日本語のお笑いでいうボケとツッコミとはちょっと違っていて、もともと少し変わっている人のことです。人がしないことだったり思わないことを言ってしまったり、それをしてしまったりする人のことです。私は昔から天然だねといつも言われていました。なぜ言われるかというと、そんなエピソードがあるからだと私も思います。自分でも思い出すと思い出し笑いをしてしまう出来事があります。今回はそのお話をしますね。それは昔会社員として働いていた時の話です。会社の退勤時間となり、満員電車に乗りました。後輩と一緒に電車に乗り、手すりにつかまって立っていました。その時、手すりにつかまった後輩の爪がとてもきれいなネイルをしているのに気がつきました。そのネイルを見て、私は爪をツンツンと触り、花ちゃんのネイルとってもかわいいねと言ったのです。すると後輩はすごく慌てた顔で、リサさん、それ私の手じゃないですよと。と思ってよくよく見たら、そのネイルをした指は椅子に座っていた人が手すりに捕まっていただけだったんです。そうです。手すりに捕まっていたのは全く知らない人でした。私はその知らない人のネイルをツンツンしてしまっていたのです。本当にびっくりしました。そんなこともあるんだなと思いました。どうして勘違いしてしまったんだろうと思います。私は仕事終わりで疲れていたのかもしれません。そのエピソードは次の日も語り継がれました。皆さんは周りの方からどんな人って言われますか？面白い人、明るい人、優しい人ですか？コメント欄でぜひ教えてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。